どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、全国にチェーン店を構えるアクアリウムショップがあるのはご存知でしょうか？皆さんも一度は行ったことがあるであろうそのショップの名前は100円ショップダイソーです。自分は今までいくつかダイソーで購入できるアクアリウム用品を紹介していましたが、今の時代、アクアリウムと100円ショップは切っても切り離せない関係になっています。当たり前のように餌は売ってるし、アクアリウム用途でなくとも使える商品は枚挙にいとまがありません。そんなアクアリストの最強の味方ダイソーなんですが、実は他にも全国規模のアクアリウムショップがあるんです。そのショップの名前は100円ショップセリア。こちらも言わずと知れた100円ショップですね。このセリア、実は最近なかなかすごいことになってまして、今までなかったようなアクア用品がラインナップされているんです。というわけで今回は、そんなアクアリウムショップセリアで購入できる画期的なアクア用品を紹介していきたいと思います。ちょっと前までこんなのなかったって商品もいくつかあるので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速購入した商品をお見せしていきます。今回は気になった商品を片っ端から購入してます。まず最初に出てきたのはこちら。魚観察用ケース。こちらはスケールがついている透明なプラスチックケースです。実はこのケース、自分の生態紹介動画では毎回登場しているもので、導入前の生態の映像を撮影するときに重宝しています。このケースは横幅は13センチなんですが、奥行きが4センチと狭く、よりで撮影したときに生態にピントが合いやすいんですよね。またガサガサなどで採取した生態を見るときにも役立つと思います。SNS で紹介したい生態がなかなかうまく撮影できない人は、このケースに入れてから撮影するとしっかり撮れます。ちなみにこのケースは結構前からあり、先ほどお話しした通り自分も愛用しているんですが、こんなのなんぼあってもええんで今回紹介するために再度購入しました。続いて出てきたのはこちら。魚観察用ケースロングサイズ。こちらは先ほどの観察用ケースの横幅を長くした商品です。先ほどのものは13センチだったんですが、こちらは20センチになっているので、それなりに大きな生態も入れることが可能です。また奥行き4センチ、高さ 7.5 センチは変わっていないので、そこら辺も観察や撮影がしやすいケースとなっています。大は小を兼ねるというので、ロングサイズだけを購入してもいいとは思うんですが、どちらも100円なので両方買っておくことをお勧めします。小型魚を観察するときに横幅が広いと動き回って観察しにくいですしね。続いて出てきたのはこちら。かけれる水草栽培ポット。こちらは水槽の縁にかけて水草を水上で育てることができる商品です。この商品、自分は初めて見ました。こういうニッチな商品ってだいたいアクアリウムメーカーしか出さないので、100円ショップがこういったものを出してくれるのはありがたいですね。きっとメーカーが出したら5、600円くらいするのではないでしょうか。こちらは引っ掛けるところとポットを収納するところが一体になっており、この引っ掛ける部分を水槽の縁に取り付けるようです。水槽の厚みは 1.3 センチまで対応しているということなので、大体の水槽には使用できるのではないでしょうか。ちなみにこちらの商品はポットのみを取り外すことができるので、栽培した水草を取り出して違うものに取り替えることも可能です。また別売りの水草ポットと互換性があるため、複数個買わなくても中身のポットを入れ替えられます。別売りのポットは2個で100円なので、1つだけこのかけられる水草ポットを買って、必要な数だけポットを買い揃えるのもいいかもしれません。そうすれば育成できた順に取り替えることができます。続いて出てきたのはこちら。浮かせられる水草栽培ポット。
こちらは先ほどの栽培ポットと違い、水面に浮かして水草を水上で栽培するポットとなっています。パッと見はメダカ用品っぽい感じがするんですが、しっかりと水草用と明記されています。商品自体は厚めのスポンジ素材がポットの周辺を取り囲んでおり、この浮力で浮かすようです。これだけ大きければソイルをしっかり入れていても水面から沈むことはなさそうですね。またスポンジ素材の両端には紐が通せる穴が開いているので、どこかにくくりつけて固定することも可能です。ただスポンジも含めた横幅が 8.5 センチもあるので、結構存在感があります。これくらい大きい方が安定はするし、事故も起きないと思うんですが、小型水槽に浮かすにはちょっと大きすぎるサイズです。ちなみにこちらの商品も別売りの水草ポットと互換性があるため取り替えることができます。続いて出てきたのはこちら、グラスサンド 100g。 こちらはガラスでできた低床材ですね。主に金魚やベタ水槽に使用する商品です。こういったサンドってあまり流通していないですが、100円ショップで取り扱ってくれるのは助かりますね。ちょっと前まではなかったんですが、最近になって出た気がします。見逃してた可能性もありますけど。ガラス製品なので当たり前ですが、水質に影響はありませんし、角が取れているので魚のヒレを傷つける心配もありません。須藤が販売しているベタのグラスサンドと比較しても結構安い部類なので、悩んでいる方はこちらを購入してもいいですね。ただベタのグラスサンドよりも若干粒のサイズが大きいので、細かい方が好きな方はベタのグラスサンドを買いましょう。ちなみにカラーバリエーションは自分が知る限り透明と青色の2種類です。また 100g ってどれぐらいか分かりづらいと思うんですが、15センチキューブ水槽の底をギリギリ覆えるか覆えないかくらいです。なので自分はベタ水槽に使用するときは2袋使用しています。今回も2袋購入。続いて出てきたのはこちら、メダカ観察用ケース。こちらは先ほどの観察用ケースと違い、背景が白いマット加工になっていることが特徴的です。基本的に色付きの容器って撮影するときに手やカメラが映り込んだりするんですが、こちらはマット仕様になっているのでその心配もありません。また転倒防止のスタンドもついているため、単体で自立させることも可能です。形状はこのように縦に長く、背景部分は若干すり鉢状になっています。入り口が広いので生態を映すときも移動がさせやすく、下に行くほど奥行きが狭くなるので、メダカの横見を観察したい場合などにうってつけです。正直メダカに限定する必要はなく、いろんな小型生態の撮影に適していると思います。先ほどもお話ししたように、近くで撮影する場合は奥行きが広いとなかなかピントが合わず、撮影がうまくいかないことが多々あります。このように背景に色をつけることで、しっかりとその生態本来の体色が観察できるだけでなく、奥行きを狭くすることで撮影もしやすいという一石二鳥の構えです。こういった製品、もともとメダカ界隈では定番だったようですが、結構値段が高いイメージだったので、これを100円で買えるのは画期的なのではないでしょうか。個人的にはこの容器は革命的な存在ですね。もしかしたら今後は先ほどの観察用ケースではなく、こちらを使って生態紹介動画を撮影するかもしれません。ちなみにこの商品、セリアとヤマダ化学株式会社というところが共同企画した製品ということで、100円にもかかわらずメイドインジャパン。しっかりと会社間で企画しているからこそ、これだけクオリティが高い商品が生まれるわけですね。続いて出てきたのはこちら、メダカ観察用ケース黒。こちらは先ほどの観察ケースの黒バージョンですね。背景が黒になることでより映り込みが気になるんですが、こちらもマット加工されているため問題ありません。色に関しては白と黒どちらがいいというのはないので、観察や撮影をする生態の色に合わせるのがいいと思います。そして最後に紹介するのは
個人的に一番面白いと思った商品です。それがこちら、小分け水槽ボトル。こちらは隔離水槽として使える小型ボトルです。先ほどまでの商品と違って観察だけでなく育成のことまで考えられている商品です。水量は 480ml と結構心もとないですが、この蓋が結構秀逸なんです。このように半分は網目状の口になっており、半分は開閉式の口になっています。そして真ん中端部分にはエアーチューブを通すための穴まで完備しています。網目状の口は水替え時の捨て水に使うようで、一つの穴のサイズが 1.2mm なので、よっぽど小さい稚魚でない限り、ここから間違って出ていくことはありません。反対側の口は開閉式になっており、必要な時だけここから足し水したり餌やりしたりできます。エアーチューブを通す穴は名前の通りで、ここにエアーチューブをすっぽり入れることができるので、中でエアレーションすることが可能です。正直この水量だと微妙な気がしますし、使用用途が限られてくるとは思うんですが、自分が一番びっくりしたのは、アクアリウムメーカーですら出していないような機能が備わっている商品をセリアで売っているという事実です。アクアリウムでは隔離水槽で使用するプラケなどはありましたが、この商品のように一つで水替えやエアレーションに対応しているものはありません。これだけ専用設計になっているおかげで、生体の飛び出しや水替えの時の事故が防げるわけです。個人的には1リットルくらい水量があった方が嬉しいんですが、ここら辺は100円だから仕方ないでしょう。逆にこれだけ水量が少ないので、薬浴する際も薬剤を大量に必要とせず、コスト的にもいいかもしれません。そもそも薬浴の場合は毎日水替えしたりするので、水量が少ない問題もカバーできるでしょうしね。容器が大きすぎると餌にたどり着けないような稚魚育成にもいいです。というわけでいかがだったでしょうか。セリア恐るべしということで、今回は個人的に気になった商品をピックアップして紹介していきました。正直こういった実用性のある商品ってダイソーにしかないと思ってました。なぜならダイソーは平気で1000円とかする商品も出しており、100円という制約がないため結構かゆいところに手が届くものが多いんですよね。2、300円してもコスパがいいものばかりで、多少コストをかけても実用性のある商品が作れるわけです。ただセリアに関しては自分が知る限り全ての商品が100円なので、100円で作れるものという大きな制限がかかります。その中でここまで有用な商品を販売できるのは素直に脱帽ですね。最近セリアはこういったアクアリウム用品にも力を入れているようなので、今後も面白い商品を出してくれることを期待しています。今回の動画で自分の中ではダイソーに次ぐ全国展開アクアリウムショップとして認知されました。皆さんもお近くのセリアでアクアリウムに使えそうな商品がないか探してみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりましたので、見ていただけると助かります。それではご視聴ありがとうございました。